6月のある朝、久しぶりにハリオのケトルでコーヒーを入れていきます。注ぎ口が細くて注ぎやすくて感動です。アイスカフェオレを作りたかったのですが、実は今うちには製氷機がなく、ということは氷ももちろんなくて、綺麗な2層を作るのは断念しました。早く製氷機をゲットしよう。リモートで仕事を頑張るちーちゃんへ差し入れ、フィンランド土産の芸者チョコです。私はフィンランドにいる友達が作ってくれたローバイトをお供に、一袋一袋に可愛い一言メモが入っていて癒されます。癖のない優しい味なので、ローバイト系が少し苦手なちーちゃんにも試してみてとおすそ分け。そういえばお部屋の香り物も用意できていなかったので、朝にやってしまおう。無印のインテリアフレグランスオイルは茶色の瓶を捨ててしまったので、お気に入りのワンカップお魚瓶に。遮光瓶ではありませんが、物は試し。魚が泳いでるみたいで可愛いです。お香でお部屋の空気と気分を切り替えて、最近かけていなかったノートを整理していきます。まだ目を閉じるとバスとトラムを乗り継いでふらっと友達に会いに行けるような、フィンランドのあの部屋に帰れるような気がしてしまいます。この感覚がだんだんと遠くなっていくんだろうなと思うと少し寂しい。忘れてしまっても覚えていられるようにノートを作っていこう。日々の記録コラージュと日記のついでに、やりたいことややらなきゃいけないことたちも書き出して整理して、ちょっとすっきりしました。その後家事や作業を進めたら、あっという間にお昼の時間。今日のお昼ご飯はこの間行った無印で買ってきた欧風ビーフカレーを。ありがとう。ちーちゃんは同じく無印の冷麺をチョイス。どちらも簡単なのに本格的で美味しいです。午後はお出かけをするので、明るい窓辺でメイクを。今日のカバンの中身は、パソコン、モフトのケースに入れたパソコン、ナルゲンボトルに入れた水、必需品ポーチ、スマホ、ガチャポンのレオレオニのポーチ、ガチャポンのムニュさんのこれも実はポーチ、ガチャポンで使える小銭たちを入れております。で、サフジの小財布にジャブラのイヤホンできます。ずっと訪れたかった場所へやってきました。建物に足を踏み入れたその瞬間から、
素朴さの中にキラリと光る確かな美しさに苦しいくらいに胸をわしづかみにされました。ちょうど柳宗悦の自邸でもある西館も開かれていた今日、ここがとっても良かった。また何度も何度も訪れると思います。ちょうど近くに好きなお菓子屋さんがあったので、母への手土産に買って帰ろう。帰省の時に渡します。その後は気になっていた好きな漫画家先生の原画展を見に青山ブックセンターへやってきました。池部葵大先生のブランチライン8巻発売を記念してとあるワンシーンの原画が並んでいます。初めて原画を見たのですが、繊細で柔らかな線で描かれる絵はもちろんのこと、先生のお人柄がにじみ出るような直筆の文字たちも素敵で、行けて本当に良かったなと思います。また後ほど今日の購入品をご紹介しますね。お家に帰って夜ご飯の準備です。今日はこの間無印でゲットしてきたせいろを使って水菜とえのきとトマトの豚肉巻きにチャレンジ。ついにせいろデビューです。野菜やパンなど切ってせいろに入れて蒸すだけで美味しくなると聞きつけてずっと気になっていました。これからいろんなものを蒸していきたいです。奥の方にさつまいももあります。宝石箱やね。すごいね。軽く塩コショウを振ってこちらも無印の受け台を鍋にのせたら、あとは美味しく蒸されるのを待つだけ。15分経いな。ありがとうございますね。香りが良い香りがする。良い香りがするね。わお。食べよう。食べよう食べよう。よし。いただきます。こっちがピリ辛ネギ醤油だね。ねねの自家製特製特製自家製でポン酢です。わ好きにつけて食べましょう。食べましょう。いただきます。いただきます。美味しいごかな。ま油の香りが。どうだろうか。では、どうしようどうしよう。水菜から水菜美味しいよ。いただきます。赤い。おお。このソースタレと合うよね。このタレめっちゃ美味しい。本当？超合うこれ。あったあった。今日買ってきたものたちをご紹介したいと思います。いや本当にいい一日でした。いい出会いのあるというか、なんだろう、心揺さぶられた一日でした。本当に良かった。まず日本民芸館が本当に素晴らしくて、もともといいなってなんだか心惹かれるものが民芸だったんですけど、今日は偶然民芸館の西館、柳宗悦のその自邸だった場所が公開されてる日だったんですよ。でギリギリ滑り込みで行くことができて、見ることができて、入った瞬間からまずうわっかっこいいと思って、でもそのお部屋たちを見ていくうちになんか本当に心惹かれるってこういうことなんだ、心が揺さぶられてる今ってなって、なんか本当に変な人なんですけど、もううるうるうるって涙が本当こみ上げるぐらいかっこよかったですね。よかった行けて、もう絶対何度も通うと思います。また島根とか鳥取にも行きたいなと思って、この
柳宗悦の民芸紀行という本を、これは岩波文庫ですね、ゲットしました。柳宗悦が日本各地、朝鮮、中国の民芸を訪ね歩いた紀行文らしいんですけど、これをちょっと読みながら、私も次旅する場所をちょっと考えながら読みたいなと思います。楽しみと、民芸館では他にこれは柚木三郎の布巾です。3つ絵柄があってどれも可愛かったんですけど、私はこの花瓶と植物とハサミのこの柄にしました。これがなんか素敵で、ちょうどハンカチも欲しいなと思ってた頃だったので嬉しいです。陶芸をやってみたいです。いやー、いいな、日本の古いもの、古くから残されてるものってなんであんなに凛とした佇まいで美しいんでしょう。今日の民芸館のこのチケットもすごい素敵で可愛い。本当は回収されるんですけど、それいただけますかって言ったら、風情があって可愛いですよねって言って快くくださいました。嬉しい。嬉しい。民芸巡りの旅とかしたいなと思いました。はい、これが日本民芸館でゲットしたものたちで、次が今日は池部葵さんのブランチライン8巻が刊行記念ということで原画展があって見てきたんですけど、本当に21ページだったかなの原画が壁にこうずらっと貼ってあったんですけど、順々にそれだけ読んでも胸をわしづかみにされるような、キュッてなって、本当にそこでも涙がこみ上げてくるような、なんか今日はそういう日でしたね。いやー、よかった、すごく。なので買ってしまいました。なんかブランチラインは多分1巻か2巻まで読んで、そこから止まってしまってたんですけど、ちょっと思わず8巻と気になった6巻もゲットしました。ちょっとこれ大切に読もうと思います。やっぱり紙で読むっていいですね。最近ずっと Kindle で読んでたんですけど、いやー、紙で読むのはやっぱり変えられない良さがあるなと思います。実はこの8巻、池部さんのじゃん、素敵なサイン入りなんです。もうこの手書きの文字も本当に素敵で、お人柄がにじみ出てるような、楽しみ。ちょっとこれを読んで今日は眠りにつこうと思います。あとずっと気になってたんですけど、小原伴さんのここで唐揚げ弁当を食べないでくださいです。もうエッセイずっと気になって話題でしたよね。話題ですよね。風を飼う方法をゲットしようかなと思ったんですけど、ちょっとエッセイが読みたいなと思ってこの方のエッセイをゲットしました。読むの楽しみ。この装丁も素敵ですよね。可愛くて楽しみです。紙の本集めるのいいですね。やっぱりちょっとこれからは自分のお部屋があるので、もうこれって思ったものを大切に集めていきたいなと思っておりますと、あと今日はちょうどこの日本民芸館の近くに成功亭っていうこのリスの箱でおなじみのくるみのクッキー、中身は選べるんですけど、定番のくるみのクッキーが入ったこのリスの絵柄の可愛らしい箱でおなじみの成功亭でゲットしてきました。これ本当に可愛くって母にプレゼントしたいなと思って前回も言ったんですけど、今回も明日かな、福島に帰る予定なので母にプレゼントしたいと思います。これがね、箱が食べ終わった後もちっちゃいお道具箱みたいな感じで使えるのでおすすめです。でも本当に絵柄が季節の絵柄とかいろんな言葉、ありがとうございますとか
入学おめでとうとかいろんな絵柄がずらーって店内にこじんまりとした可愛らしい店内にずらーっと並んでて、その中から選ぶことができるのでちょっとしたプレゼントとかにもおすすめです。私も持ってるかな、あるかな、あった。これはスキューバって書いてある海のモチーフにした箱です。かわいいです。こんな感じでした。いやーよかったよかった、楽しかった今日。せいろ蒸しもとっても美味しくできて大満足の一日でした。楽しいな、なんか本当に心が動くってこういうことかっていう一日だったな。そういう日を増やしていきたいですね。やっぱり足を運ぶって大事だな。足を運んで実際にこの目で見て空気を感じてって大事なんだなって思ったな。今日はちょっとこれも読みたいけど今日はブランチラインを読んで眠りにつこうと思います。次の日の朝、今日は夕方からしばらく福島に帰省するので、最近お気に入りの屋根線エリアに再びやってきました。そういえば今日本はアジサイの綺麗な季節。Google マップで見つけて気になっていた喫茶店へやってきました。インスタのストーリーズにアップしたら、とある視聴者さんが原田ひかさんの小説「喫茶おじさん」に登場する舞台だということを教えてくださいました。私は未読なのですが気になる。大正時代に建てられた古民家を改装した喫茶店で、雰囲気がとっても素敵でした。その後は近くの好きなカフェへやってきました。店先のコーナーで小さく季節ごとの展示がされていたりして、とても良いのです。今は江戸風鈴みたい。食べ物も気になりますが、今は残念ながらお腹いっぱいなので次回の楽しみに。このカフェラテとっても美味しかった。薄いグラスは飲み物を美味しく感じさせるのはあながち間違いじゃないのかも、なんて大人ぶって考えたりしました。カフェの店先で欲しかったおろし器の可愛い子を見つけたので購入。ときめきをたくさんもらった2日間でした。